はい、こんにちは。早速ですけど、週末の J1 リーグ5月17日の土曜日の試合、結果を見ていきましょうか。はい、お願いします。今回もですね、お手元にある試合レポートをもとに、単なるスコアだけじゃなくて、その裏にあるなんていうかストーリーとか、各チームの対応力みたいなところをちょっと掘り下げてみたいなと。いいですね。やっぱり圧勝もあればすごく劇的な試合もあって、今回も見どころが多かったですね。本当にそうですね。では早速、町田対柏からいきましょうか。フットボール天国。町田対柏からいきましょうか。3-0で町田の完勝でした。これ大雨っていうかなりタフなコンディションだったみたいですけど、町田はなんかこう持ち味を存分に出したという感じですかね。まさに特に前半の3ゴールは見事でした。スローインとかロングボール、あれがすごく効果的で。ですよね。守備も安定してたみたいで9試合ぶりの無失点。そうですね。これは単に天候に適応したっていうよりは、むしろ町田の元々の戦い方、そのロングスローとかセットプレーを軸にした戦い方が、ある意味予測不能な状況でこそ威力を発揮したと言えるかもしれないですね。なるほど。ボールをつなぎたいチームには難しいピッチでしたけど、町田はそれを完全に逆転に取った。柏はちょっとその土俵に乗せられちゃった感じですか？そう言えるかもしれません。戦術と状況がどう噛み合うか、はっきり出た試合かなと。対照的にちょっと心配なのが横浜 F マリノスですね。京都に 0-3 で敗北して、これで、6連敗ですか。そうなんですよね。クラブワーストタイ記録と。かなり深刻な状況ですよね。レポート見るとチャンス自体は作ってるみたいですけど、このパターンが繰り返されてるのがちょっと気になりますよね。確かに構造的な問題っていう場合、それは単にシュートが下手とかじゃなくて、例えば攻撃がちょっと単調になっているとか、失点した後の立て直しがうまくいかないとか、選手層の問題もあるかもしれませんし、そういう戦術とかチームマネジメントの面ももしかしたらあるのかなと。京都が少ないチャンスをしっかり決めたのとすごく対照的でした。目が深そうですね。一方で粘り強さを見せたチームも多かったですよね。例えば神戸対ガンバ大阪の上半ダービー、これ 3-2 で神戸が勝ったんですけど、すごかったですね。あれは終了間際に大阪選手がロングスローから決勝点っていう、もうダービーならではの意地のぶつかり合いというか、まさにそんな感じでしたね。それと浦和の FC 東京戦も浦和も 3-2、2回リードされながら途中から入った松本選手、彼が2ゴールでひっくり返した。交代策が当たったとも言えますけど、それ以上にチーム全体として諦めないぞっていうメンタルですかね。そういう強さを感じましたね。こういう勝ち方って単なる勝ち点3以上の何かをもたらすことがありますからね。確かに福岡も結構苦しい状況、6戦勝ちなしで怪我人も多いって話でしたけど、名古屋相手にアディショナルタイムに追いついて 1-1。 あれも執念でしたね。木名森選手のゴール。それから鹿島、清水を 1-0 で下して、なんとこれで7連勝。強いですね。鹿島は早い時間の先制点を守りきる。清水のプレスに苦しんだ場面もあったみたいですけど、そこが鹿島の、ある種の強さというか、派手さはないかもしれないけど、リードした後の試合の運び方、崩れない守備、勝者のメンタリティってやつですかね。勝ち方を知っているっていう感じがしますね。福岡の粘りとはまたちょっと違う、経験に裏打ちされたような強さ。それと広島も一時は4連敗しましたけど、これで4連勝。そうでした。広島も復帰した選手が活躍したりとか、ジェルマン選手とかね。チーム内でちゃんと修正できてる証拠でしょうね。なるほど。一方で湘南は横浜 FC に 0-1 で負けて、ちょっとホームで勝てない試合が続いてますね。PK のこぼれ球っていう、少し不運な面もありましたけど。そうですね。全体を見渡してみると、この説は対応力と、あと精神力みたいなものがキーワードだったかもしれないですね。対応力と精神力。天候とか戦術への対応、町田。苦しい状況での粘り、福岡、浦和、神戸。勝ち切る力、鹿島、広島。それとなかなか抜け出せないトンネル、横浜 FM。
連勝と連敗がはっきり分かれてきて、シーズンが進むにつれて各チームのなんていうか自力とか修正力とかそういうものが問われてるなというのが鮮明になってきた感じがします。確かにそうですね。単なるスコアだけじゃなくて、そのチームが持ってる底力みたいなものが試された、そういう週末だったんですね。ではこれらの結果から私たちがもう少し深く考えるべきことって何になるでしょうか？そうですね。こうした多様な結果を見て、あなたが今後あるいはリスナーの皆さんが注目すると面白いかもしれないのは、そのプラン B の存在かもしれないですね。プラン B ですか？はい。つまり主力の選手がいない時とか、天候が良くない時、あるいは相手に得意な形を封じられた時、チームとしてどれだけ他の戦い方ができるか、どれだけ引き出しを持っているか。なるほど。選手層の厚さもそうですし、戦術的な柔軟性、あとはプレッシャーがかかる中でも冷静にプレーできるメンタリティ、表面的な強さだけじゃなくて、そういったいわば逆境での対応力みたいなところに目を向けてみると、シーズンを通したチームの本当の力みたいなものが見えてくるんじゃないかなと。逆境での対応力、プラン B。確かにそこを意識してみると、またちょっと違った観戦の楽しみ方ができそうですね。そう思います。今回もいろいろと分析にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。フットボール天国。こんにちは。今日はですね、2025年5月18日に行われた J1 リーグ第17節の記録がありますので、これをもとにですね、注目の2試合を深掘りしていきたいと思います。はい。川崎フロンターレ対セレッソ大阪、それからファジアノ岡山対アルビレックス新潟ですね。どちらも動きのある試合だったみたいですね。特に岡山は7試合ぶりの勝利がかかってたという。そうですね、非常に大きな一戦でしたね。では早速川崎とセレッソの試合から見ていきましょうか。はい、こちらは7試合ぶりに勝った川崎、12位でしたけど、対するセレッソは3連勝中で9位と対照的な状況でしたね。序盤はやはり好調のセレッソが押し気味に進めたんですが、ただ決定的なチャンスまでは、作れなかったかなという印象です。なるほど。川崎は、前半の30分過ぎあたりからちょっとリズム出てきた感じですかね。そうですね。山田新選手とか惜しい場面ありましたけど。はい。ただそこはセレッソのゴールキーパー福井選手が、いいセーブしてましたね。前半終わり際のコーナーキックからのヘディングも、あれも止められて結局 0-0 とかなり硬い展開でした。で後半ですね。後半はもう川崎がチャンスをどんどん作っていきましたね。立ち上がり7分とか9分とか、立て続けにありましたけど、ここもGK の福井選手が立ちはだかったと。山田選手のシュートのこぼれ球、マルシーニョ選手が詰めた場面、あれもね、ディフェンダーの畑中選手が体を張ってブロックしましたね。セレッソも守備は粘り強かったですね。そこで両チーム動いたわけですね。交代カードを切って。そうですね。セレッソは中島選手、北野選手、川崎は大関選手、伊藤選手、そしてエリソン選手を投入しました。この川崎のエリソン選手の投入が結果的に劇的な展開を呼び込んだと。まさに、やはり彼の個の力、特にゴール前での嗅覚、はい。そして決定力ですね。後半40分でしたが、相手のパスをカットした流れから立地田選手、大関選手、瀬川選手とつないで、最後はゴール前に走り込んだエリソン選手が難しい体勢からつま先で押し込んだ。これでついに均衡が破れたと。 1-0 です。いやー、しかもこれだけじゃ終わらないのがすごいですよね。わずか3分後。そうなんですよ。後半43分、今度は丸山選手のロングフィードにエリソン選手が畠中選手と競り合いながらも抜け出して、で GK の福井選手の位置をよく見て、その横を抜いて無人のゴールへ流し込んだ。うわー、見事な終盤での2ゴール。これで 2-0 となって川崎が勝利。
今季これで2度目の連勝ですね。なるほど。セレッソはこれで連勝ストップ、4試合ぶりの黒星ですか。そうですね。試合を通して好セーブを見せていた GK 福井選手と、それを最後に打ち破ったエリソン選手、ここの対決が勝負を分けた感じでしたね。ではもう一つの試合、ファジアーノ沖山対アルビレックス新潟。こちらは対照的に6戦未勝利の沖山16位、そして降格圏18位の新潟という、どちらも勝ち点が本当に欲しい痺れる状況での対戦でした。これはどうでしたか。こちらはですね、試合が序盤から動きました。前半10分。早い。沖山のセットプレー、田部井選手のフリーキックから江坂選手が頭で合わせて、江坂選手。沖山にとってはこれが5試合ぶりの得点。そして江坂選手自身も、2022年の4月以来という久しぶりの J1 でのゴールでした。それは大きいですね。ただ新潟もすぐ。そうなんですよ。前半15分、今度は新潟の長谷川選手が個人技で持ち上がって、冷静に同点ゴールを決めました。1-1です。序盤で点を取り合って、これはオープンな展開になるかなと思いきや、その後はどちらかというとホームの岡山が押し込む時間が長かったですね。なるほど。ただ新潟のゴールキーパー吉満選手、彼がファインセーブを連発してなかなか勝ち越し点を許さなかったですね。岡山としては形は作れているけどあと一歩みたいな、もどかしい時間帯が続いたと。かもしれませんね。で決勝点は後半13分、つまり58分。一尾選手が自ら得た PK でしたね。自分で取った PK を。これをしっかり決めて岡山が勝ち越し 2-1 と。これ岡山にとっては第3節のガンバ大阪戦以来の複数得点だったんですね。そうなんです。これが非常に大きかったと思いますね。やはり1点で終わらずに2点目を取れたという事実、これが苦しんでいたチームにはすごく自信になったはずです。確かに。終盤は新潟も攻勢に出ましたけど、岡山は集中した守備でリードを守りきって、2-1で勝利。これで7試合ぶりの白紙をつかみました。いやー、これは大きいですね。江坂選手の久しぶりのゴールがあって、一尾選手が決勝 PK、 しかも複数得点での勝利。岡山にとっては本当に価値のある勝ち点3ですね。まさに新潟はちょっと厳しい状況が続きますね。まとめますと、川崎は途中出場のエリソン選手の決定力で好調セレッソを下して連勝を飾ったと。一方で岡山は、苦しみながらも江坂選手、一尾選手のゴールで本当に待望の勝利をつかんだ。数字の上ではどちらも1勝ですけど、特に岡山にとってこの J1 での7試合ぶりの勝利っていうのは単なる勝ち点3以上の何か大きな意味があるかもしれませんね。本当にそう思いますね。特になかなか勝てなかったチームが複数得点を取ってしっかり勝ち切ったというのは、残留争いに向けてもやれるぞっていう確かな手応えとか自信につながるんじゃないでしょうか。間違いなく。これを一過性のものにせずに次どうつなげていくのか、そして今回入れたセレッソや新潟がどう立て直してくるのか、今後の各チームの戦い方、ますます目が離せませんね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。